第5位、永遠のチャンピオン WBA フライ級タイトルマッチ大場正夫 vs チャチャイチオノイ。1973年1月2日、一つの卵を7人の兄弟で分け合って食べるほど貧しい家庭に育った大場選手。チャンピオンになって母親に家をプレゼントすると心に決め、ボクシングを始めたといいます。15歳で名門帝拳ジムに住み込みでボクシングキャリアをスタートさせます。17歳の時に1ラウンド KO 勝ちでプロデビューを飾った大場選手は2度の敗北と1度の引き分けを経験しますが、21歳の時に世界初挑戦でタイトルを奪取します。そして5度目の防衛戦でチャチャイチオノイと対戦します。1ラウンドいきなり右のフックを食らいダウンを喫した大場選手。しかもダウンの際に右足を捻挫するアクシデントに見舞われます。足を引きずりながら戦う大場選手の姿は多くの感動を呼びます。後に対戦相手のチャチャイはあるテレビで手応えのある右フックだった大場の闘争心に驚いたと語っています。大場選手は立ち上がりますが、チャチャイは連打で畳みかけます。効いたパンチをもらうも根性でこのラウンドをしのいだ大場選手。苦しい展開が続きますが、左ジャブで試合を立て直し迎えた12ラウンド、連打でチャチャイから2度のダウンを奪いレフリーストップ、5度目の防衛に成功します。この試合は今でもボクシング界で語り草となっている名ファイトです。そして足を引きずりながら戦う姿は後に漫画「はじめの一歩」での試合のモデルになっています。そしてこの試合から23日後、大場選手は車の運転中に事故を起こし帰らぬ人となったのです。対戦相手のチャチャイは、大場は俺の代わりに死んでくれたのかもしれない、もし俺が勝ってたら俺がああなっていたかもしれないと後に語っています。当時の日本で形はどうあれ王者のまま引退したのは大場選手だけでした。そして今でも永遠のチャンピオンとしてファンの記憶に残っています。第4位、貫き通した男の美学 WBA スーパーフライ級タイトルマッチ鬼塚勝也 vs イ・チョンチル。1994年9月18日、鬼塚選手は平成黄金期を支えた人気ボクサーの一人です。中学の頃に見た世界タイトルマッチに影響を受けボクシングを始めます。アマチュアではインターハイ優勝などの輝かしい記録を残し、プロ入りに際しては片岡鶴太郎さんがマネージャーに就こうと注目されていました。プロ入り後も連戦連勝で日本タイトルを獲得し、無敗のまま世界タイトルに挑みます。試合は僅差でしたが、鬼塚選手が判定勝ちし見事世界王者になりました。その後5度の防衛を果たし、この日が6度目の防衛戦でした。挑戦者は韓国のイ・チョンチル、17勝4敗、ランキング1位の指名挑戦者です。試合は鬼塚選手が序盤得意のジャブを当てながら試合を組み立てていきますが、3ラウンドから挑戦者が果敢に前進して接近戦になります。しかし王者は引きません。至近距離での打ち合いに応じ、逆に打ち勝って挑戦者にダメージを与えていきます。続く第4ラウンドも王者は良い展開を作りますが、第5ラウンド、挑戦者の連打を浴びロープに詰まります。しかしここで打ち返すのが鬼塚選手のすごいところです。果敢に打ち合いに応じます。なんとかピンチをしのいだチャンピオンですが、第9ラウンド、再び挑戦者の連打を浴びてロープに詰められます。何発も効いたパンチを打たれながらも鬼塚選手は手を出し続けます。よろけながらも手を出す素晴らしい精神力です。しかしラウンド終了間際にレフリーは試合をストップしました。鬼塚選手にとって25戦目にして初めての敗北でした。試合後に引退を表明した鬼塚選手ですが、ここで衝撃の事実が明らかになります。なんと鬼塚選手は網膜剥離だったのです。目の前虫がね飛んでたり光が入ってきたりね。日本ボクシングコミッションのルールでは網膜剥離となった選手がリングに上がることはできません。そのため鬼塚選手はその事実をひた隠し、この試合が最後だと決めてリングに上がったといいます。試合前に専属トレーナーの古口トレーナーが他のジムに移籍という形になり、鬼塚選手の元を離れましたが、それもトレーナーに責任を負わせたくないという鬼塚選手の配慮であったと言われています。ボクシングの世界戦では試合前に指検診があり視力検査もあるのですが、鬼塚選手は検査機器のパターンを暗記して挑んだとも言われています。
過去の防衛戦では勝ちに徹するところも見せていた鬼塚選手。リングネームを勝也にするほど勝ちにこだわっていました。負けたら全てが嘘になるとよく言っていたのが印象的でした。そこまで勝利に対しての信念があった鬼塚選手が最後に見せた壮絶な打ち合い、最後と決めて挑んだ試合でのあのスタイル、そこに鬼塚選手の美学を見た思いがしました。第3位、不死鳥飛ばず WBC バンタム級タイトルマッチ、ウィラポンナコルルアンプロモーション VS 辰吉丈一郎、1999年8月30日。この試合から8ヶ月前、両者の立場は逆でした。王者の辰吉選手は3度目の防衛戦の相手としてランキング4位のウィラポンを迎えました。そして6ラウンド KO 負けでタイトルを失っています。辰吉選手にとって屈辱の大の字でダウンさせられての KO 負けに日本のファンはショックを受けました。その雪辱戦として迎えたこの試合ですが、辰吉選手は前回の試合後に父親を亡くしており、父ちゃんのためにももう一度チャンピオンになって引退すると宣言していました。まさに人生の全てをかけて挑んだ試合と言えるでしょう。これまで世界戦3連敗後に絶対不利の予想を覆して世界タイトルを奪取したりと数々の奇跡を起こしてきた辰吉選手。ファンも辰吉ならやってくれると期待をかけていました。一方のウィラポンは自信は 100% と語っています。親父と始めたボクシング、終わる時も一緒に終わると辰吉選手はガウンに父親の写真を刺繍して入場してきます。しかしそんな辰吉選手の気持ちを虚しく、試合は1ラウンドから辰吉ファンにとって辛い展開となります。ウィラポンのビッグパンチを浴び続け、立ってるのがやっとといった場面が続きます。中盤に入るといつレフェリーが試合を止めてもおかしくない展開が続きますが、辰吉選手は倒れません。手を出し続けます。前回 KO 負けした瞬間は悲鳴を上げて泣き崩れたルミ夫人も、今回は覚悟を決めた表情で試合を見守っています。そして7ラウンド、ウィラポンのパンチを浴び続けた辰吉選手を見て、レフェリーは試合をストップしました。その瞬間、辰吉選手は糸が切れたかのように崩れ落ちそうになったところを、レフェリーと、そして対戦相手のウィラポンに支えられます。90年代からボクシング界を牽引してきた英雄の落日でした。鳴り止まない辰吉コール。名残惜しそうにリング内を歩き回る辰吉選手。とても感動する場面でした。控室に戻った辰吉選手は2人の子供を見ると、父ちゃんかっこ悪かったやろと言って泣きながら息子たちを抱きしめていました。2人の子供はそんなことないという表情をしながら涙を流していました。その光景は多くの感動を呼びました。第2位、キンシャサの奇跡 WBA、WBC 世界統一ヘビー級タイトルマッチ、ジョージ・フォーマン VS モハメド・アリ、1974年10月30日。モハメド・アリはローマ五輪で金メダルを獲得するも、祖国アメリカに帰国した際に入店したレストランで黒人であるがゆえの差別を受け、こんなメダルは何の意味もないとメダルを川に投げ捨てたという有名エピソードがあります。アリはその後プロデビューし、今まで力だけで勝負していたヘビー級にスピード革命をもたらします。蝶のように舞い、蜂のように刺すの名言も残しています。ビッグマウスで相手を挑発したり、予告 KO などでマスコミから批判もされつつ人気も博していきました。リング外でもアリは当時激化していたベトナム戦争への兵役を拒否し、世界タイトルを剥奪され、アメリカ最高裁と裁判になるなどして3年7ヶ月のブランクを作ります。そして32歳となっていたアリが挑戦した相手がジョージ・フォアマンです。フォアマンはメキシコ五輪金メダリストで、プロ転向後破竹の強さで連勝を重ねます。過去にアリが敗れているジョー・フレイジャーをわずか2ラウンドで粉砕し、世界王座を獲得後、やはり過去にアリを下しているケン・ノートンをも2ラウンドで倒していて、これまで40戦全勝、37KOを記録しています。試合はスタートからフォアマンがパワーパンチを打ち込んでいき、アリがガードしながらロープを背負う場面が続きます。しかしアリはロープを背負いながらもフォアマンに対してもっと強いパンチ打ってこいよと挑発を繰り返します。アリはロープの反動を利用してパンチをかわしたり、巧みなクリンチでフォアマンの強打を封じていきます。6ラウンドが過ぎた頃にはフォアマンはスタミナを切らし失速してしまいます。
この時を待っていたとばかりにアリは反撃に転じます。そして8ラウンド、完全に打ちつかれたフォアマンをアリの右ストレートが捉え、フォアマンはダウン。試合続行できず、アリの KO 勝ちとなります。この時のアリの戦法はロープアドープと呼ばれ、今でも伝説となっています。当時30歳を過ぎても現役を続けているボクサーはほとんどいませんでした。アリはもう終わった選手などと陰口を言われながらも、最強の王者相手に堂々の勝利を収めたアリに世界中のファンは感動し、アリは絶賛されました。アリは後に、自分が負けるということは虐げられている全ての人々が負けるということだと語ったことがあります。アリは黒人差別と戦い、黒人の代表と自負していたのかもしれません。そしてアリは20世紀最高のスポーツヒーローにも選出されています。一方のフォアマンは後にアリに負けた時のことを、自信や自尊心は破壊され人間として敗北したと感じていた、人生で最も辛い出来事だったと語っています。しかしフォアマンはこの試合から20年の時を経て人間としての尊厳を取り戻します。第1位、45歳最年長世界タイトルダッシュ WBA IBF 世界ヘビー級タイトルマッチ、マイケル・モーラー vs ジョージ・フォアマン。1994年11月5日、ジョージ・フォアマンはモハメド・アリに敗れてからしばらくして28歳で引退し、キリスト教の伝道師となりました。全米各地を回り布教活動をしていたフォアマンでしたが、10年の時を経て復帰します。復帰後のフォアマンはかつての引き締まった体ではなく、でっぷりと太り頭をスキンヘッドにして登場しました。復帰後2度世界挑戦しますが、いずれも失敗。そして迎えた3度目の挑戦がマイケル・モーラーとの試合でした。王者モーラーはもともと1階級下のライトヘビー級王者でしたが、イベンダー・ホリフィールドを破りヘビー級タイトルを獲得しています。35戦全勝、30KO の若きホープです。フォアマンはこの試合、20年前のキンシャサでの試合時と同じデザインのトランクスを身につけています。そしてセコンドにはかつてキンシャサでアリのチーフセコンドを務めたアンジェロ・ダンディがついています。試合は開始からモーラー優勢進みます。体格ではフォアマンの二回りほど小さいモーラーですが、サウスポースタイルから繰り出されるスピードのある右ジャブを効果的に当てていきます。さらには左アッパーもヒットさせ、フォアマンにダメージを与えます。8ラウンド、フォアマンは王者のパンチをもらい大きく後退します。キンシャサでの KO ラウンドとなった8ラウンドだったために悪夢が頭をよぎりますが、フォアマンはしのぎます。そして迎えた第10ラウンド、フォアマンは会心の右ストレートをヒットさせモーラーをダウンさせます。王者は立てず、そのままフォアマンの KO 勝ちとなりました。最年長での世界タイトル奪取とともに20年前のキンシャサの悪に打ち勝った瞬間でした。この試合から3年前、フォアマンはイベンダー・ホリフィールドを持つ世界タイトルに挑戦しましたが、試合前のセレモニーの際にアリがリングに上がりフォアマンにこう言ったそうです。炎のように祈っているよ。もしかしたらそのアリの祈りは3年越しで実を結んだのかもしれませんね。キンシャサでアリに敗れたフォアマンですが、その後アリへの思いは尊敬と親しみに変わっていきました。フォアマンは伝道師となってから地元テキサス州に青少年育成のためのジムを設立しますが、そのジムの壁には今でもモハメド・アリの絵画が飾ってあります。
fed some